はい、皆さんこんにちは。エアソフトテックです。今回ご紹介するのはですね、なんと M36、チーフスペシャルスクエアバットジョーカーモデルということで、2019年に公開された映画ジョーカー劇中で出てくるモデルとなっております。こちら田中さんのねモデルガンですね。 ABS スチールフィニッシュの記載がございます。いやー、僕ねずっと欲しかったんだ。これずっと買おうか迷ってたんだけどね、ついに買ってしまいました。プラスチックモデルガンという風にね明確な記載がございます。いやー、この箱も綺麗だよね。こうちょっとレトロな感じがして僕はとてもね好印象ですね。すごいな。これ開けてみましょうか。どんな感じなのかな。お、説明書がありますね。綺麗な説明書入っております。さあこいつをどかせば銃本体とご対面できるわけなんですけども、緊張するな。これ初めてなんだよな、田中さんのねこのスチールフィニッシュね見るの。お、やばいよこれ。うわやばいぞこれ。おー、すごいね。もう待って、これは金属だろ。やばいな。日本の技術の結晶を今目の前にしております。マジでこれ ABS なんですよ皆さん。中身プラスチックですからね全部。やばいでしょこれ。もう焦ってうまくカートリッジが取れねえ。はい、こちら付属品のカートリッジも真鍮削り出し、とても美しいものが入っております。こちら説明書見ていきましょうか。なんかね説明書がやっぱこの丁寧だよね。本当にもう分かんないことはね全部読めば分かるぐらい本当に詳しく書いてございます。いいですね。もうこの丁寧な説明とかね、なんかいいですね。落ち着きますねやっぱ日本製はね。部品の一覧とかも入ってますね。お、これは修理依頼書。やっぱりアフターサービスもきちっとしております。安心ですね。長く使い続けられるような配慮がされております。それでは本体の方持っていきましょう。うわ、これはあかんなんだろうな、この高級ピアノと言いますか、なんか黒真珠的なこの光沢、僕の大好物ですね。本当にね青白くこう反射する表面とかね、やばいなこの造形。すごいですね本当に。はい、こちらバレル内部インサート入っております。モデルガンなのでねこういったものが入っております。はい、スミス&ウェッソンの刻印綺麗ですね。はい、フロントサイト部分にはね反射防止のリブ加工が施されております。こちらのねアウターバレルもねテーパーが入ったタイプを再現しております。美しいですね。はい、反対側ね 38S&WSPL の刻印がございます。もうこういう金属パーツのねこのチェッカリングとかもね本当に綺麗ですね。ちょっとこのスイングアウト時のねこの傷というかそれがありますね。これはもう最初から入ってる傷なのかな、組み立て時のものですかね。もうねいいよそういうのは。僕はもうこれを手に入れたっていうだけで嬉しい。ちょっとあと引けかな。これはちょっと気になるけどまあそれ以外の造形はほぼ完璧ですね。このシリンダー見てくださいよ。この曲面というかね造形が本当に素晴らしいですね。これはいいね。はい、こちら S&W の刻印入っております。もうねなんだろうな。はい、これスイングアウトする時のねレバー部分も綺麗に造形出ております。これ見て、ハンマーこれケースハードゥン風のね仕上げになっております。こんなツートンカラーコックしちゃいましたよ僕。やばくないこの音。チャカの音だこれは。
ね、ハンマーがね、ほんとね、悪い形をしております。これ、エアソフトガンだったらありえない形状ですよね。内部もね、このようにハンマーが貫通してシリンダーまで行きます。これもね、モデルガンならではの構造ですね。本当にリアルです。はい、この辺はもうパーフェクトですね。はい、シリンダースイングアウトしてみました。わずかな力でね、スイングアウトスムーズにできます。内部もね、綺麗ですね。はい、これカートリッジをエジェクションする部分なんですけども、こちらもスムーズに押し込むことで動かすことができます。これシリンダー部分はね、こう慣性で回るほど緩い感じでもなく、高級感のある締まった回り具合ですね。はい、内部にね、インサート見えます。これも安全対策ですね。いやー、すごいの。いや、なんかね、造形マジでやばいな、これ。エッジの立ち方とかね、あとこれ、マシニングのね、ツール跡っていうかね、これ、フライス版で削り取った後のね、マシニングツールのね、跡がね、残ってんのがやばいんだよな。個人的にちょっとものづくり的な部分も噛んでるんで、こういう再現は本当に美しいですね。はい、こちらね、トリガーガード部分もね、ほんとパーティングラインとかないですね。こちらトリガーも金属製のトリガーです。ハンマーとね、同じくケースハードゥン風の高級感のある仕上げとなっております。はい、もうね、すごいよね。反射がね、こう均一なんだよ。この曲面がね、本当に成形が綺麗なので、はい。こちらメイドイン USA の刻印ございます。スミス&ウェッソン刻印の間のね、このアンドがね、これおしゃれだよな、このアンドのね、字画がね、本当に造形いいですね。おしゃれですね。はい。スクリュー部分もね、こちら4点止めでグリップ内部に1箇所ありますね、マイナスネジね。こちらも再現性が高いものとなっております。はい、グリップ見ていきましょうか。S&W のエンブレムが入っております。はい、マイナスネジでね、固定されてます。真鍮のね、固定金具がね、なんかちょっとキラッとしててね、高級感を醸してくれております。グリップ自体はね、ちょっとプラスチッキーな感じではあるんですけども、フレームとの噛み合いもほぼパーフェクトですね。本当に握り心地がいい、気持ちいいグリップになっております。この背中見てくださいよ。これ綺麗すぎだろ、マジで。どういう造形の技術をしてるんでしょうね。はい、サイトピクチャーこのようになっております。反射がね、すごすぎてね、逆に見づらいという、ね、本当に綺麗な仕上げになっております。ハンマーコックしてドライファイヤー。あかん音がする。シャキーンってね。いいですね。ダブルアクションも快調に動作します。この辺のね、動作の完璧さはね、もう田中さんはさすがです、本当に。じゃあね、カートリッジの方ね、袋開けて中身見ていきましょう。いやー、これは、モデルガンのね、火薬のキャップを詰める時のバーですね。棒ですね。はい、こちらカートリッジ。いいですね。このね、プライマーの部分といいますか、このね、お尻ね、ハンマーで叩く部分。あと刻印もね、38スペシャル刻印入っております。本当にね、綺麗な機械加工がね、施されてますね。はい、じゃあね、スイングアウトしてカートリッジ挿入していきましょう。さすがだ。スッとね、フライスで加工した、旋盤加工の跡って言いますか、それがね、ちょっとフレームと擦れる音がね、また心地いいですね。機械加工の美しさがね、にじみ出ております。はい、最後の一発。スムーズに本当にガタつきも一切なく綺麗に入りますね。この S&W の刻印のところにね、このカートリッジのリム部分が反射して映っております。綺麗ですね。はい、シリンダー全部から見た部分もこのように銀色のね、弾頭がキラキラと光り輝いております。このコントラストは本当にやばいですね。いいですね。はい、じゃあね、本当はね、したくないけど、ドライファイヤーしてみます。本当はしたくない。
いやでももう皆さんのためにこの音というかね、ハンマーダウンした時のこの動作を見ていただきたい。ほら、このケツのところをね、バシバシハンマーが貫通して叩くわけですよ、これ。いやー、モデルガンならではですよね、この動作は。はい、ドライファイヤーするとどうなるかと言いますと、はい、このようにね、ハンマーの打撃痕がね、綺麗なカートリッジにつきます。はい。まあこれはね、僕が所有してる証でもありますので、これを刻み込んでいきたいと思います。もうね、どうせ使ってたらね、ハンマー叩きたくなると思うんで、もうね、早めにね、叩いちゃいましょう。これがね、嫌な人はね、もう中身抜いたりしてもいいかもしれないですね。はい。でちょっとね、回してるとこう傷がね、一箇所つきました。スッとね、線がつきましたね。はい。このね、グリップをね、僕ね、交換したくて、木製のグリップにね、交換したかったんですけど、これね、ちょっと特殊なね、スクエアバットっていう形で、なかなかね、売ってないんですよね、この木ぐりがね。なので、これ、はい、パドック、東急ハンズで購入したね、パドック、こいつを使ってね、木ぐり、木製グリップを自作したいと思います。2種類用意したんですけど、今回はね、ちょっと濃いめの色のパドックの方で作成していきたいと思います。どうしてもね、木製グリップにしたかったんですよね。でもね、市場に流通してなかったですね。スクエアバットじゃないやつ、ちょっとね、角が立ってない、普通のチーフスペシャルのものならあったんですけど、これね、ちょっと形状が特殊なんでね。はい、中身ね、こんな風になってるんですね。ハンマーをね、コックした時にバネが圧縮される、そういった機構です。ガスタンク等もないのでね、当然実グリップ、本物のね、木製グリップもつけられるんですよね。こうグリップね、薄いですね、本当に。薄い、このね、さっぱりとしたね、感じのグリップとなっております。こいつをね、僕の技量でどこまで再現できるのかというのがね、今回の動画のね、見どころになっております。線をね、引いて、まずこのように型を取っていきます。でね、バンドソーでね、この型通りに切り抜いていきたいと思います。丁寧にね、切り抜いていきましょう。はい、切り抜き終わりました。この時点でね、かなり厚みがあるんですけど、こっからね、これ全部削り倒してね、この薄さまで持っていかなくてはなりません。でその前にね、削り倒す前に、この本体とのね、合わせ目部分をね、ちょっと完璧に処理していきたいと思います。このようにね、ちょっと長めの鉛筆で当たりを取りまして、はい、ここからね、削り作業に入っていきます。いやー、なんか木工の削る道具だけいっぱい持ってるんですよね、僕。なんでね、ちょっと最適なものを選んでね、削り込んでいきたいと思います。やっぱこの鬼目のヤスリが一番早いかな、削り落とすにはね。はい、ガシガシいきましょう。でこのね、内部のフレームの形に沿わすような形で削り落としていきます。お、いいですね。いい感じにはまりましたね。ここから微調整を繰り返して完璧なはまり具合をね、狙っていきます。ここがね、ずれちゃうとね、グリップカパカパしちゃうので、この突起ね、グリップを押さえるための突起の部分も、こちらは木ぐりの方にね、穴を開ければね、ピタッと合うはずなので、当たりをつけてドリルで穴を開けていきます。穴とね、同型のね、ドリルを用意して少しだけ穴を開けるようなイメージですね。まあこのね、スクエアバットのグリップを作る人がどれだけいるのかは分かんないですけど、一応説明していきたいと思います。いいですね。ほぼ完璧に合うようになりました。型付きもそんなに気になるほど出てないですね。まだね、スクリューで留める前なんですけど、この時点で結構固定強固にできてますね。はい、握ってみました。超太いですね。こっからね、握りやすくなるようにガシガシと削り込んでいきます。グラインダーとかいろいろね、使って削り込んでいきました。どうでしょうか。まだちょっと太いよね。
まだまだですね。こっからまだ削るのか。結構体力を使いますね。木製グリップの作製というのはね、まだまだ太いですね。はい、削り込んでいきましょう。どんどん削り込んでいきます。ね、これね、左右対称にねしていかないとね、本当にダサく見えちゃうんで、右側を削ったら左を削って、で合わせて左右対称になってるのかっていうのを常に確認しながら削り込んでいくことになります。紙やすりでね、造形整えていきましょう。150番ぐらいのね、粗いやつでね、ガシガシいきます。いいですね。だいぶ浅くね、この薄めが出てきましたね。はい、微調整していきましょう。左右対称に見えるかな？大丈夫かな？このね、左右対称に合わせるっていうのがね、本当に難しかったですね。はい、それではね、こちらのグリップのスクリューがね通る部分の穴開け作業をしていきます。一応ね、このようにピタッと合わせることができます。でね、チェッカリングもねちょっと放ろうかなと思ったんですけど、僕には無理でした。チェッカリングはさすがに無理。チェッカリングツールっていうのがね売ってるんですけど、それがめちゃめちゃ希少性が高いので、ちょっと今回は断念します。このスムースタイプのね木製グリップということで勘弁してください。はい、こちらね、ナットをねちょうど合うやつをね探しているところですね。これワッシャーをかませることによって強固に固定できるかなと思います。でね、この芯がね伸びるタイプの鉛筆を用意しまして、このねグリップの穴、狙った位置に開けられるように当たりをつけていきます。はい、ドリルでね穴開けていきましょう。本当にねドリル危険なので、手袋とかね挟まないように気をつけながら作業してください。回転工具はね本当に危ないので、手袋履いてんのもどうなのってところかもしれないんですけどね。はい、今回はね安全に開けることができました。はい、次はボール板ですね。ボール板で大きめの穴をね下穴の上の方に開けていって、ワッシャーがね収まる場所を作り込んでいきます。はい、このようにね少しずつ深穴をね開けていきます。いいですね、綺麗にできましたね。はい、いいね、完璧な内径ではまっております。これワッシャーがないとねボルトもナットもねどんどん木に食い込んじゃうので、はい、つけていきましょうか。ピンセットを使ってね組み込んでいきます。おー、ギュッと締まりますね。いいですね。かっけーかっけー。いやーね、皆さんから見たらねたかが木繰りだって思うかもしれないんですけど、自分で作ってるとねやばいですね、この愛着がね。じゃあねオイルフィニッシュしていきたいと思います。ほら見てください、これシリコンスプレーただ吹いてるだけなんですけど、オイルを吹くとね一段階濃いね、より深い木の色合いが出てまいります。これをねこすって中身に染み込ませて、どんどんね銅管の部分にねオイルを染み込ませていきます。たっぷり吸います、木材なのでね。なのでたっぷりオイルを与えていきます。この色よ、これがやりたかったんだよ本当に。これねオイルを染み込ませることによってこの木目ですね、この黒目の筋の部分がねより際立って美しいグリップになっていきます。このね銅管部分、歯間の部分ですね、こちらの繊維のね縦繊維の部分にねこう油をねこう大量に染み込ませることによってワントーン濃い色にまた変化していきます。これは至福の時間だなね。本体もねこのオイル、シリコンオイルであれば表面の処理劣化することもなく、むしろね保護効果もありますので、定期的にオイルでメンテナンスしてあげるのもまた楽しみの一つなのかなと思います。
はい、ちょっとねスポンジヤスリで表面を整えれば完成です。握った感じもね全く違和感ないですね。スムーズに握りやすいです。ハンマーも稼働しますね、問題なく。いいね、完成です。完成。どうですかね皆さん。こちら屋外で撮影しております。夕暮れ時のね屋外でございます。また美しいな、本当に。このオイルをね拭き取ったことによってこのスチールフィニッシュの表面にね油膜がランダムな形でつきまして、そのランダムな油膜がねこの反射をねこう美しく表現してくれるわけなんですよ。油の多い部分がねこうややガンブルーと言いますか青色に反射する、それがね金属感をねより高めてくれるんですよね。素晴らしいな。はい、こちらね38スペシャルのねダミーカートリッジも購入してみました。4300円って書いてあったけど Amazon だったらね3000円台で購入できましたね。開けてみましょう。うわ重たいな、重いぞこのカートリッジ。やばい金属音がしてますね。このねやっぱ弾頭がねかっこいいよね。はい、こちらコックイン38スペシャルコックインとウィンチェスターって書いてありますね。ウィンチェスターの弾ですね。いいね。はい、弾頭部分ね、こちらネジ式ですね。内部はバネになってるんだ。スプリングで後ろのプライマーの部分も動くようになってるんですね。打撃をねちょっと吸収してくれるんでしょうか。はい、付属のカートリッジを取り出してダミーカートリッジ見ていきましょうか。ちょっと比較してみましょうかね、こちらの付属のカートリッジとね。大きさもうリムの幅もね全部同じですね。ちょっと薬莢部分が付属の方が長いかなっていう感じですね。刻印は全く違いますね。はい、リムの幅一緒です。はい、完璧に一緒です。装填した感じもねこちらちょっとカートリッジのねやっぱ形状が違うので満足感がよりやばいですね。本当に悪いことをしてるみたいな感じですね。やばいなこれ。はい、6発付属してるのでね1発余りますね。はい、きちっとね。弾頭がやばい。こんにちはしてる弾頭がマジでやばいですね。こんなリアルな、ハンマーもコック問題なくできます。一発だけドライファイヤーしてみますか。皆さんのために。あんましたくないけど。どうなるかな。やっぱりね打撃痕が入りますね。これ傷つけたくない人はドライファイヤーしない方がいいですね。カートリッジの重さ、こちら付属カートリッジが 11g、一方ダミーカートリッジ 14g ということで 3g 重たいですね。ダミーカートリッジの方が。ダミカをフル装填したスチーフが 336g ということでねやや重量が上がるということでねいいですね。装填してこう家でカチャカチャ触る分にはダミーカートかなり選択肢としてはいいんじゃないでしょうか。こちらモデルガン専用 7mm キャップを用意してしまいました。いやー正直超迷いましたね。このスチールフィニッシュのチーフを発火させちゃダメだよ。絶対ダメなんだけど、皆さん見たいですよね。やっぱり発火してるところね、撃ってるとこ見たいっすよね。行きましょう。1回だけですよ。1回だけ本当に。このようにね先端部分
こんな風にね、火薬部分をね、叩くんですよね。はい。先端を取り外して、さっきのね、リロードツールにて、こう、奥側にね、このキャップを押し込んであげます。ガシッとね、最後まで奥まで押し込みます。これ不完全だとね、動作不良の原因になりますので、このキャップの部分と、この先端の弾頭部分もね、ギュッとね、最後まで締まったのを確認してください。事前にオイル拭いとくとね、この辺スムーズにいけるかなと思います。はい、6発じゃねえや、5発装填して、汚れそうな部分にオイルを拭いてですね、発火させていきたいと思います。ちょっと発火の関係でね、ちょっと暗めの場所でね、撮影しております。よく見ててくださいよ。もうね、本当はしたくないんだけど、いきますよ。やばいね。やっぱね、ちょっとカメラでは拾えないんだけどね、音でけえわ、モデルガン。迫力がちげえよ、これ。はい、いきますよ。美しいですね。このなんだろうな、一瞬で消える儚い命みたいな感じでね、ほんと何言ってんだか綺麗ですね、本当に。おーね、一発ね、ちょっと発火不良の逆境ありましたね。ダブルファイアしても出なかったんで、ちょっと火薬の入れ方がまずかったかなという感じです。先端ちょっと汚れたのでね、またこれ掃除していきたいと思います。これお掃除しないとね、簡単にこのスチールフィニッシュの表面ね、ダメになっちゃうので、綺麗にね、掃除していきましょう。でね、掃除の動画をね、この掃除の様子を垂れ流しながらね、ちょっとジョーカーについてね、ちょっと一人語りしていきたいなと思いますけども、本当にね、ジョーカー、見てない方もいると思うので、ちょっとネタバレもありでいろいろ語っていきたいんですけども、本当に、銃を手にした男の、末路と言いますか、銃のせいで、犯罪行為に手を染めてしまう、殺人をしてしまったというわけではないんですけど、いろいろなね、要因、本当に社会的な抑圧、貧困、本当に不幸な出来事が重なった結果かとは思うんですけども、直接的なね、この原因の元凶みたいなものの物質的な面でね、この原因となってる銃、このチーフスペシャルをね、この同僚からに渡されてね、あれも渡し方もね、なんか悪意のある渡し方ですよね。こいつに銃持たせればトラブルを起こしてどうせこの会社辞めるだろうみたいな、そういう渡し方ですよね。本人のことを本当に考えたものの渡し方ではない、ちょっと騙し討ちみたいな渡し方だったと思うんですけども、そういう風に手に入れてしまった銃が暴力、あれもね、電車の中の射撃シーンなんかも本当にね、切ないですよね。奥で笑ってる女性と目を合わせて、目をそらせて、笑い出すジョーカー、アーサーですね。そこにね、エリート社員の3人がね、殴りかかっていくわけですよ。ちょっかいかけに行くわけですよ。そこで暴行を加えられる。でも彼の手にはこのチーフスペシャルがありました。正当防衛的なね、本当に反射的に発砲してしまう。そして3人を惨殺してしまう。やっぱりね、これは武器を持っているがゆえの事件なんじゃないかなと思うんですよね。本当にナイフとかそういうのじゃね、ここまでにはならん。やっぱり銃が持つ力っていうのがね、僕はガンマニア的なね視点から映画を見ちゃうので、本当に物質的な解説にはなっちゃうんですけども、本当にね、3人の社員
に対して社会的なね抑圧がフラストレーションがその銃という暴力を通してですね具現化していく、そんなシーンだったと思うんですよね。で結局ねこの38スペシャルがですね、はい結局何人殺すんでしょうね。4人殺すのかな。はい4人の命を奪うということで、そこからねきっかけにしてどんどんジョーカーの暴力、アーサーからジョーカーに変わるきっかけとなるアイテムということなんです。アメリカはね銃社会ですので、こういう銃をね拳銃をねこの人からもらって持っちゃうっていう、そういうのがまかり通る世界なんですけど、結局ね日本もう銃社会ではないんですよ。銃社会にはないので、こういう銃器のやり取りみたいなのは一切ないはずなんですけども、なんか刃物を使ったね凶悪事件とか無敵の人って一時期すごい言われてたと思うんですけど、そういう風な社会的にもう孤立してしまった人たちの犯罪っていうのがかなり最近増えているなという印象を持っております。やっぱりね人間の中にあるこの暴力というか無敵になっちゃったらね本当に怖いですよね。もう誰でもいいからぶっ殺して死ぬっていう最後、そのね死を恐れてない人のねやることっていうのは本当に怖いなと思いました。でアメリカ銃社会なんで、その凶悪性もねより増すということで、日本でねこうしてこの本当にリアルなモデルガンを楽しめる環境っていうのがいかにありがたいかという部分ですよね。本当にね武器やよくあるのがね拳銃規制するんだったら包丁だって人殺せるだろう、それなんで規制しねえんだとか、車ね暴走すれば人殺せるじゃんっていう、そういうね一般論的な正論っぽい人もいるんかな、意見もあるんですけど、車もねナイフも包丁とかもね一般生活の役に立つものなので、それ以外の用途で設計されたものと人を殺す弾丸を発射するために作られた武器銃っていうのは全く明確に僕は違うと思っているので、これはやっぱり規制されて叱るべきものだと個人的には思っておりますね。銃溢れた社会じゃなくて僕は本当に良かったなと思ってますね。この社会を見れば見るほどそういうなんていうかな孤立した人やっぱ増えていけば増えていくほど、銃なくてよかったなって個人的には思うんですけどね。何を規制しようがね人間の心の中にある闇、それはね規制できないんで、だからなんだろうな、普通に生きてきたらね誰かをちょっとねバカにしたりとか、自分がバカにされたりからかわれたりとかして、それをね笑ってごまかして流すみたいなことはよくあるとは思うんですけども、そういうのの積み重ねがね心の闇みたいなものを呼び起こしてしまうんじゃないかなっていうのもなんかちょっと思うところがありますよね。ジョーカーはやっぱり笑いを取る仕事をしてたわけなんですけども、その夢みたいなものとかそういうものをこうある意味憧れてた大スターにいじられた、バカにされた、そういうところでプチッと切れてしまったわけですね。人の夢を笑う、それを面白おかしくするのはどうなんだ、生き方をなんか否定されたみたいな感じに思ったんでしょうね。だから本当にね何でもね笑いのネタにしてしまってはね良くないですね。そんなの気にしてたらさキリないじゃんって思いますけど、なかなか受け流せない人もいるわけですよ。本当に真に受けちゃうし、やっぱ受け流すにもねエネルギーがいるしね、そんなことないって思って奮起して頑張るにしてもやっぱり心に傷みたいなものはね負うわけですから、難しいですね。人間と人間関わり合うっていうことはね、そういうことの繰り返しだと思います。それが人生なんじゃないでしょうか。何を語ってるんだっていうところなんですけども、こういうのね動画でね、残していくのもまた人生面白いのかなと思いますので、こういった動画もねたまに上げていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。